皆さんこんにちは。東宝が1965年に制作した怪獣映画、フランケンシュタイン対地底怪獣バラゴンは、古典文学、フランケンシュタインを大胆にアレンジし、日本の戦後社会や放射能の恐怖といったテーマを背景に書かれた異色の怪獣作品です。本作に登場するフランケンシュタインは、死体をつなぎ合わせた原作の怪物とは異なり、ドイツから日本に送られた不死の心臓をもとに、被爆した広島で成長を遂げた人間という設定で登場します。放射線を浴びたことで、人間の姿を取りながらも驚異的な再生能力を持ち、心臓が存在すれば体を失っても再び成長復活するという、クローンや幹細胞に近い生物学的な存在として書かれています。戦争孤児のような少年の姿から始まる彼は、不老児として生き延び、やがて放射線医学研究所に保護されますが、放射能の影響で短期間のうちに数メートルの巨体へと急成長します。テレビ局の取材中、照明の強い光に驚き、施設を脱走。その後、日本アルプスで毛皮をまといながら野生化し、人間社会から離れて暮らすことになります。一方で、地底怪獣バラゴンによる家畜や人間の襲撃の罪を着せられますが、実際にはフランケンシュタインは心優しく、無抵抗な人間に対して攻撃することはなく、むしろ人間を守ろうとする姿勢を見せます。ただし、強い光に当たると凶暴化するという不安定な面も併せ持ちます。物語のクライマックスでは、富士山麓でバラゴンと激突。自らを追ってきた人間たちを守るため、激しい戦闘の末にバラゴンの首を折って勝利を収めます。しかし、その直後、バラゴンが掘り進めていた地中の空洞が崩れ、フランケンシュタインは地面ごと陥没して地中に沈み、生き埋めになるという悲劇的な結末を迎えます。別バージョンでは、バラゴンを倒した直後に湖から出現した大凧と連戦し、疲弊したまま湖底に引きずり込まれていくというラストも存在します。このフランケンシュタイン像は、人間社会に翻弄されながらも人間的な心を持ち続ける存在として描かれており、怪物というよりも一人の被害者のような存在感を放っています。戦後の混乱や被爆の記憶、孤児の姿など、日本独自の社会背景が色濃く反映されており、単なる怪獣映画の枠に収まらない人間ドラマとしての深みを持ちます。フランケンシュタインの国籍はアメリカです。出生地はドイツのフランクフルトです。
身長は20メートル、体重は200トン。性格は気が優しく、重厚な持ち主。武器は海湾怪力、知能的攻撃法。特徴は放射能に抵抗力あり、心臓さえあれば、タンパク質の補給により体は、なくなっても復元する。戦術は世界一流、知能的な攻防が考えられる。得意な技として、飛行機投げ、4の字固め、巴投げの柔道技が得意。その他、砲丸投げがある。パンチ力はエンパイアステートビルを軽く引っこ抜いて、放り投げる怪力が身の上だけに一発は強烈だ。演技面でも注目すべき点は多く、成長後のフランケンシュタイン役を演じた古畑浩二には本格的な特殊メイクが施され、外国人風の外見を再現するためにカラーコンタクトや肌色の靴が使われるなど、細部にわたる工夫がなされました。また、撮影現場では人間の俳優が怪獣と戦うという珍しいスタイルが採用されており、そのためアクションに制約が生じた一方で、生身ならではのスピード感や力強さが映像に新たな魅力をもたらしています。実際、バラゴン役の中島春夫は、フランケンシュタインの立ち回りに感心したと語っています。全体を通して本作は、フランケンシュタインという西洋的な題材に、日本の戦後という文脈を巧みに融合させた作品であり、怪獣イコール破壊者という固定観念を覆すような存在としてフランケンシュタインを描いています。不死であるがゆえの孤独と苦悩、人間に寄り添おうとする姿勢、そして最後に待ち受ける運命的な敗北、それらを通じて本作は単なるエンタメ作品ではなく、見る者に深い余韻を残す異色作となっています。私が映画「フランケンシュタイン対バラゴン」を初めて見たのは小学生の頃でした。あの頃、尾道にあった尾道東宝映画館はまるで夢の世界への入り口のような場所で、街の中に映画のポスターがずらりと張り出され、見る者すべてがワクワクさせるものでした。映画の割引券を手に握りしめ、映画館へ向かうその道のりすら冒険の始まりのように感じたものです。この映画が特別だったのは、舞台が広島だったということ。自分たちの住む土地がスクリーンの中に映し出されることが何とも誇らしく、そしてどこか親しみを感じさせました。当時は怪獣映画の中でもフランケンシュタインという異色の存在が主役ということで、どこか不穏でミステリアスな雰囲気が漂っていたことを覚えています。特に記憶に残っているシーンがあります。小学校の教室でウサギの死骸が見つかる不気味なシーン、そして成長したフランケンシュタインが特別室の中で管理されている場面。子供心にこれはただの怪獣映画ではないと感じさせられるような独特の恐怖と緊張感がありました。中でも圧巻だったのは、フランケンシュタインが森の中で落とし穴を掘り、イノシシを捕まえようとする場面。しかしそこに落ちたのはなんと戦車。突如として緊迫した戦闘が始まり、フランケンシュタインは大木を手に取り、獣のような激しさで森の中を疾走します。その姿はただの怪獣ではなく、感情と意志を持った人間そのものでした。この作品の大きな魅力は、他の怪獣映画とは一線を画す人間が怪獣と対峙するという設定にあります。フランケンシュタインの動きは非常に機敏で、身体全体を使って感情を表現し、そのアクションはまさに生身の人間ならではの躍動感にあふれていました。演じた古畑浩二さんの特殊メイクと演技は素晴らしく、表情の中に悲しみや怒り、孤独さすら感じさせるものがありました。そして物語は衝撃のラストへと進みます。フランケンシュタインはバラゴンとの激しい戦いの末、勝利を収めますが、直後に起きる地割れによって燃え盛る森とともに地中深くへと沈んでいくのです。ボーエン博士の「いや、死んだ方がいいかもしれない」という一言は、重く静かに見る者の心に響きました。あの瞬間、フランケンシュタインという存在の悲しみと人間との関係性の複雑さを感じ取ったように思います。この映画は単なる怪獣映画ではありません。重厚なストーリーと当時としては驚異的なレベルの特撮技術が融合し、
今なお多くのファンから愛され続けている名作です。私にとってもこの映画は少年時代の記憶とともに心に刻まれたかけがえのない一本です。スクリーンを通して見たあの興奮、そして感動は今でも忘れることはありません。